今回のこの動画でお伝えしていきたいことは、100円ショップ、100均ですね。100均で販売されているマグネットカードローダーになります。2023年から2024年にかけて、100円、税別になりますけど、100円でマグネットカードローダー、マグネットホルダーがですね、手に入る時代になりました。恐ろしいですね。だいたい250円から500円弱。平均だいたい300円台っていうね、のがマグネットカードホルダーの印象だと思うんですけれど、こちら、ダイソーさんで発売されているマグネットカードローダーになります。こちら、セリアさんで販売されているマグネットカードホルダーになります。まず、内寸がね、異なるんです。なので、入れるカードの種類とか、入れるカードスリーブの種類によって変わってきます。それではダイソーさんの方からね、内寸と外寸、サイズについて見ていきたいと思います。まずは外寸ですね。外側です。外側の幅、横幅が 72mm、縦幅が 110mm、厚みが 7mm になります。そして次が内寸。カードを入れる部分ですね。カードを入れる部分が 64mm、そして縦の方が 89mm。そして溝の深さ、溝の厚みがですね 35pt 約 1mm って書いてます。そしてこちらのセリアさんの方で販売されている中戸市産業さんから発売されているこちらの外寸はですね、横幅が 73mm、縦 110mm、そして厚みが 7mm です。そして内側ですね、カード入れるサイズですね。カードを入れるところの内寸サイズが横幅 66mm、そして縦が 92mm になっています。そしてカードを入れる厚み幅の方がこちらも 35pt ですね。約 1mm って書いてます。この 35pt って何なのっていう話なんですけれど、35pt っていうのがなぜ 1mm なのかっていうのはね、1000ポイントが1インチで計算されているからです。1000ポイントが1インチなので、1インチはそう、2.54 センチですね。25.4ミリでもいいです。これね、ミリ計算なのでミリにしましょう。25.4ミリが1インチなので、25.4ミリイコール1000ポイント。じゃあ1ポイントはっていうことで、1000で割りましょう。25.4ミリを1000で割ると、0.0254 ですね。それに35をかけると 0.889 ミリですね。計算できねえよってことなんですけど、頭の中で暗算してるわけじゃないです。もともと知ってるだけです。なので、0.889 っていうのは約 0.9 ミリですね。なので、約1ミリって言われてるんです。この規格はですね、ウルトラプロ社のマグネットカードホルダーで採用されている規格なんです。もう老舗中の老舗ですよね、アメリカの。なので、こちらのね、規格がですね、これが72の109ぐらいですね。そして厚み 7mm ぐらいです。そして横幅が64の89ですね。なので、こちらのウルトラプロ社とか、アルティメットガード社と 35pt とほぼ同様です。ウルトラプロとかね、アルティメットガード社はいろんな PT のサイズがあります。溝の幅がね。厚みの幅があるんですけど、こちらにもちょっと書いてますけどね、35pt、55、75、100、130、180、360っていうのが売られてたりするんです。他のサイズもあります。なので、自分のカードの厚みに合わせて選ばれたらいいと思いますけれど、トレーニングカードゲーム、通常のね、トレカですね、は 1mm よりうんと薄いので、なので 35pt で十分です。それではね、その他の特徴としては、これね、UV カット配合、UV カット剤配合ですね。こちらも UV カット加工って書いてますけど、こちらも UV カット剤配合になります。練り込まれて作られてるっていう感じですね。なので、UV カットなんですけれど、大体どれぐらいなのかっていうと、公表されてる範囲で96% カット、こちらが 40% カットぐらいになってくるらしいです。ダイソーさんの方は JIS 規格、ジャパニーズ・インダストラル・スタンダーズっていう日本の工業用、産業用の国家規格っていうのがあって、その JIS の L1925、1925っていう項目が紫外線遮蔽性っていうね、紫外線をどれぐらい防ぐのかっていうね、項目になってて、その
規格に当てはめて検証するとだいたい96だったっていう感じになるんですね。その紫外線遮蔽性の項目で使われている光の波長帯が UVA、UVB の波長帯ぐらいですね。UVB が280から315、UVA が315から400ナノメートルぐらいって言われているので、その紫外線遮蔽性の試験で用いられる光の波長帯がですね、290から400ナノメートルなんですね。具体的な数値、400の時はこう、380の時はこうっていうのは公表されてないので、気になる方は紫外線の測定器とか簡易的なものであればね、 UVA から UVC まとめて全部ね、どれぐらいカットできるかっていうのはね、 Amazon とかでも売ってると思うので、そういうので検証してみてください。そしてセリアさんの方で販売されている中戸産業さんのマグネットカードローダーの方はだいたい 40% ぐらいって言われていて、290から400ナノメートルでの検証だそうなんですけれど、光の波長が長いほど通しやすくて、光の波長帯が短いほど通しにくくなってくる、紫外線をねっていうのがね、基本的な性質だとは思うんですけれど、なので一律 40% ではないです。この動画ではね、この動画投稿時点での使用特徴になりますのでね、今後改良されないとも限らないのでね、製品は良くなっていく可能性もありますので、普通のカードローダーの方もね、最近は高透明度のやつとか、保護フィルムがついたやつとか、UV カットがついたやつとか、販売されてますのでね、いろいろ変わってきてます。製品も増えてますのでね、この動画投稿時点の情報だよっていうことは分かっておいてください。それではね、それぞれのカードケースの方にスリーブに入れたカードを収納していきたいと思います。それではね、まずはサイズが小さい方のダイソーさんの方からやっていきましょう。こちらがダイソーのマグネットホルダーになってます。若干ね、青みがあるかなっていう感じです。UV カット率が高いからかな。わからないですけどね。セリアさんの方と比べるとね、セリアさんの方はね、結構白いんですよ。透明。そして開閉ですがね、ここに溝があるので、マグネットの部分に溝があるのでね、簡単に開けることができます。そして底面のところに、そこに爪があるので、これをかませて閉じる、開閉するっていう風にね、マグネットホルダー、テンプレのマグネットホルダーですね。定番の形です。そしてこの溝のところが角がね接触しないように四隅溝がありますね。ポコ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 と。この内寸が 64×89mm ですね。こちらもダイソーさんで発売されているカードスリーブになります。レギュラーカードサイズ RQ ですね。80枚入りトレカスリーブ。そしてこの横幅が64の縦幅が 89mm。透明のソフトタイプになります。ソフトタイプのスリーブ。そしてこれがポケモンカードゲームポケカですね。レギュラーサイズカードの例として出してます。レギュラーサイズカードっていうのは横幅が63、縦幅が 88mm 帯のことですね。こちらをダイソーさんの透明のスリーブに入れると 64×89 なので、角丸が定番ですかね。プレイ用では。それとほぼ同じぐらいですね。角丸は横入れも縦入れもありますけどね。どちらかといえば、角丸よりはこういうゲームシーのパーフェクトサイズとかと比較した方がいいかもね。縦入れで四角ばってるやつね。こういうのと似た感じになってきます。溝がですね、はめると、だいたい縦幅が 0.5mm ぐらい開くかなって感じですね。横も縦も。こういう風なサイズ感になってますんで。そして閉めるときね、ずれたりしてね、下に行っちゃうことがあったりするので、その時に挟むとへこんだりするので、ずれないように、挟まないように気をつけてください。そして入れるとこういう感じになります。振ってもね、この間の方にはまり込むことはないので、ちゃんとしっかり閉まってますね。飛び出るっていうことはない。挟み込むってことがないっていうのはいい点かなと思います。ここでね、振った時に横に出ちゃったりするとね、ちょっと怖いですから。100均だから
クオリティ低いんじゃないかって思うかもしれませんけれど、結構高いと思います。ウルトラプロ社とかね、あんまり差がないんじゃないかと思わなくもない。ダイソーさんウルトラプロ社アルティメットカード、透明度はねやっぱりこちらの方が高いですよね。こっちの方が青みありますね。サイズ帯はほぼ同じです。このマグネットが金色ですね。ウルトラプロ社が金色、アルティメットカードが銀色になります。それでは 49×89mm のスリーブを入れると先ほどみたいな感じになるので、だいたいそういうぐらいのサイズだったら 0.5mm ぐらいの隙間で入るんじゃないかなと思います。すべてのねスリーブを検証してるとあれなので、大まかなスリーブでやっていきます。次はサイズ帯がね、これスモールサイズカードです。さっきねレギュラーサイズカードなんですけれど、遊戯王 OCG59×86mm です。スモールサイズ帯、ミニサイズとも言われますけれど、そちらのサイズを 62×87 と 64×89、 こちらがソフトでこちらがハードです。KMC さんですね。両方ミニサイズのソフトとパーフェクトハードっていうねを入れたものになります。二重スリーブになってます。ゆとりのある二重スリーブですね。これは 62×87 なので、この 59×86 に対して 3mm ぐらい 32mm ぐらい余裕があります。それを 64×89mm のハードスリーブに入れています。入れた感じがこんな感じになりますね。縦幅の方が 0.2mm ぐらい隙間があるかなっていうところですかね。そして蓋を閉めるとこんな感じになりますね。振ってもねはみ出たりしません。ちゃんとぴったり入ってます。でこういう使い方もできますんで、一重スリーブでね隙間がカタカタ言っちゃうな、ちょっと怖いなって思う方はこういう風にサイズ調整してください。なので二重スリーブにするとぴったり、 64×89 のね2重目を使うとぴったりだったりします。1重目はゆとりのあるサイズだったら 62×87 とか 62×89 とかでもいいと思うんですけれど、ジャストサイズの方がねお好みであれば 60×87 のヤノマンさんのやつとか20目を調整して 64×89 であれば収納できるので、ただし注意点があります。遊戯王のようにですね 63×90 のやつはね入らない。その点は注意してほしい。こういう風にはみ出ます。1ミリぐらい。なので挟み込むことになっちゃうのでね、スリーブが傷んじゃう。こういう風なねスリーブのように 63×90mm のやつね、特に縦幅ですね 90mm のやつはウルトラプロ社でもアルティメットガード社でも挟み込んでしまいますので気をつけてください。内線のねサイズがね 64×89 だから、縦幅が89だからね 1mm オーバーになっちゃうんですね。なので他のスモールサイズの公式スリーブだったらギリギリ入るかもしれないので、自分が好きなカードゲームの公式スリーブとかねキャラクタースリーブが入るかどうかっていうのはお手持ちのやつで試してみてください。ということでこちらのダイソーさんのマグネットカードローダーの方ではレギュラーサイズカードが一重スリーブで 64×89mm だったら入るっていう感じですね。そしてスモールサイズの方は二重スリーブまでなら収納できますよっていう感じになってます。一重でもいいですけれど、余白カタカタしたくない場合は二重スリーブにして調整してみてください。それではね、次はセリアさんの方のケースに移りましょう。セリアさんの方で試していくのはですね、一番最初もうすでに入ってますけれど、こちらはねポケモンカードゲームの公式キャラスリーブになるんですけれど、ジャストフィットですね。本当に
ポケカ用に作られたのではないかというぐらいにぴったりですね。なので横幅ほぼ動かず、上がね 0.1 ミリ2ミリぐらい隙間があるのかなっていうぐらいのジャスト感ですね。なのでポケカのキャラスリーブ飾りたい時とかにもいいかもしれませんね。そしてこちらが UV カット 85% サンノートさんから発売されてセリアに置いてます。こちらなので一緒に購入することができますね。こちらはねダイソーさんで置いてるので一緒に購入することができます。これに入れるとですね65の91です。なのでね 2mm ぐらい余白があるので余裕を持ったゆとりのあるスリーブとして入れることができます。縦が 1mm 弱ぐらいですね。1mm もないかなっていう感じです。横幅はねちょうどです。65ですけどね、65って書いてますけどだいたい66ぐらいあるんじゃないかなっていうね。内寸のことなのかな。外寸が66ぐらいあるので、なのでこのスリーブで収納するとこんな感じになりますね。ソフトスリーブがね苦手な方はハードにするとか、もしくは二重スリーブですね。ポケカの 66×92 が入るので、これね下何が入ってるかっていうとこれが入ってます。サイドインパーフェクト 64×89 の横入れですね。 KMC さんから発売されてるやつになります。角丸でも入りますしトレカプロテクトでも入ります。ジャストサイズの 64×89 のインナースリーブに20目公式スリーブね。ということでね、次がこれとこれを組み合わせています。さっき言ったサイドインパーフェクト 64×89mm ですね。20目が 66×91.5、91でもいいです。91がねプレイ用の定番だとは思うんですけれど、これはそれよりちょっと長めの 91.5 になります。それを入れたやつがこれになりますね。どちらもねそんなにストレスなく入るかなと思うんですけど、ジャストサイズなので縁すれが気になる方ね、痛めたくないよっていう方は一重スリーブで収納した方がいいかなとは思うんですけれど、締めちゃダメだね。ほぼねぴったりです。横幅若干乗るかなっていう感じはありますね。横がちょっとだけ触れるかなっていう感じです。そして縦の隙間が 0.5 ミリぐらいですかね。ちょっと縁が接触しているのでずれた状態で締めちゃうと振った時に挟み込んじゃうかもしれません。二重スリーブにしてもね66であればギリギリ大丈夫です。横幅66であればね。そしてこれね A クラスって書いてますけど読み方は A クラスです。A クラスのトレカスリーブハードで 65×91mm で何に使うかっていうと、さっきやった遊戯王ですね。遊戯王の公式スリーブ 63×90mm ですね。それに合わせるとだいたいこんな感じになるんですね。90mm に対して 91mm の縦幅なので結構ギリギリなんですけれど収納することができます。それにこれを合わせるとですね、程よく収納できるかな。1ミリぐらいですね。余白が縦も横もこれぐらいの動きで収納することができますので、遊戯王のキャラスリーブとか透明なクリアスリーブで保護しながら飾りたい場合とかにはこういう風な使い方ができるので、こういう風なのでもいいかなと思います。ということで 66×92 の内寸で結構応用が効くんですね。スモールサイズであれば30スリーブにすることもできます。ただし30スリーブにするとその分厚みが出るので、厚みが出る分透明度は下がりますので、飾るんだったら20スリーブまでがいいかなと思います。ということでこちらの 66×92mm までのやつをねレギュラーサイズカードを1重または2重で収納することができ、ポケカのね
公式キャラスリーブであればぴったりサイズで入ります。そしてスモールサイズであれば20スリーブとか30スリーブで収納することができるよっていうね、サイズになります。ただし、この 66×92mm でも収納できないものがあります。何が収納できないかっていうと、67×92mm のキャラスリーブとかね、公式スリーブっていうのは収納することができません。例えばですね、こういう風な出前一丁って書いてますけれど、これはブロッコリーさんで発売されている 67×92 です。67の横幅なので入らないんですね。こういうのをね、入れたい場合は別のマグネットカードホルダーが必要になってくるんですけれど、マグネットカードホルダーにはいろいろあります。自分の好みに合うもの、自分のやっているカードゲームとか、自分が好きなカードのサイズに合うものを見つけてみてください。そして最後にやっていきたいのはですね、OPP 袋。マグネットカードホルダーの傷が気になる方ね、ホコリが気になる方とか、湿気を少しでも入るのを減らしたい方っていうのは、こういうのを使われたらいいかなと思います。こちらに用意してるのは8の12、8センチ横幅、そして縦幅が12センチになります。そしてテープ部分ですね。これをまずこのセリアさんの方の73、110のやつですね。で、7ミリです。に収納すると、8センチの場合はね、すごくね、ギリギリになります。もうパッツンパッツンになるので、このパッツンパッツンが苦手な方は、一回り大きいやつにしてください。サイズがね。すごくね、きついので、伸ばしながら入れていくっていう感じになるのでね、下手をすると破れるかもしれませんし、ケースが少し擦れるかもしれないのでね、傷つくっていう可能性もあるかもしれません。すっごくね、パッツンパッツンでジャストフィットっていう感じになります。なので、どうしてもね、ぴったりがいいんだっていう方はね、T8 の12ですね、80mm の 120mm でもいいと思うんですけれど、破れるの怖いな、もうちょっとゆとり欲しいなっていう方は、5mm オーバーの 8.5 の14。これはね、クリスタルパック平行さんのやつであれば、PSA 鑑定のホルダーも収納することができるサイズですね。8.5、14はね。この T812 っていうのは、ウルトラプロの、これですね。ウルトラプロとか、アルティメットガードとかっていうのは入りますんで。使う OPP 袋はね、マグネットホルダーの外寸によって変わってくるので、それぞれに合わせて使い分けてください。この8と 8.5 の間あります。82mm×147mm。2次3次のタロットカード用のスリーブがあります。OPP 袋。クリスタルパックではまだないかもしれないけれど、袋の王国さんっていうメーカーね、袋の王国っていうメーカーではあるので、そちらがね、ちょうどいい感じじゃないかなと思います。こんなにパツンパツンにしてちょっと苦労して入れなくてもいいので、破れるかもしれないリスクを負うのが嫌な方はね、8.2 とか 8.5 とかを使うようにしてください。このセリアさんのやつでも入ったので、1ミリ大きいやつが入ったので、このダイソーさんの方でも8ミリ入ります。1ミリちっちゃいのでね、セリアさんの方に比べるとスムーズですよね。入っていく感じが。なので、ダイソーさんの方であれば、8、12の方で、比較的入れやすく収納することができます。なので、こういう風に収納することができるので、ジャストサイズがいいのであれば、8、12。ゆとりがあるのが好みな方は8.2、8.5 を使うようにしてみてください。そこはお好みでね。なので、今回もね、長々した動画にはなりましたけれど、100均でマグネットホルダー買える時代になりました。もしね、最寄りのね、実店舗とかにない場合は、お取り寄せっていう形も取れるので、
お取り寄せは電話ではできません。実店舗で店員さんに直に声かけして取り寄せできますかってお声かけする必要があります。未成年の方でも基本的にはいけるんですけど、店舗によっては未成年受け付けてない場合もあるかもしれないんですけどね。なのでそこら辺は店舗に従ってください。もちろんお取り寄せの予約をしたからといって必ず入荷できるわけではありません。在庫切れとかキャンセルされることがあるので、ただしお客様都合のキャンセルはできないので、その点は気をつけてください。必ず購入意思が明確で、買える方ねなら利用することができますので、一度ね実店舗に足を運んでみてはいかがでしょうか。それではご視聴いただきありがとうございました。